海のとこ来ると海鮮食べたくなるよね。音でかかった、びっくり。この中に1個だけあります。初めてあんこう鍋。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。そして、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今回ですね、今撮影日が1月3日となっておりまして、今年のね2026年初の撮影になっております。はい。前回ね、年初動画ということでね、ちょうど今日か1月3日の今日のね6時から動画がね公開されてるかと思うんですけども、そちらの動画はですね年末にね撮影したものになりますので、2026年はこの動画が初めてになります。で今回はですね、2026年の初詣ということで、今からですね僕らがよく行く吉芋神社というところなんですけども、そこにね、向かっております。場所はね茨城県の阿字ヶ浦なところにあるんですけども、大体今ねここ走ってるのがね横浜の東神奈川とかその辺の手前なんですけど、ここからだいたい160キロぐらいなんで、2時間ぐらいかなというぐらいの距離にあります。で今回ね、こちらね動画撮影するのにあたって、スポンサーということでブルーティーさんの方でねチャージャー2という製品をね、PR でねいただいておりますので、まずはじめにですねチャージャー2の紹介をねさせていただこうかなと思っております。はい、で今回ですね、ブルーティーさんスポンサーについていただいておりまして、こちらですね、新製品のチャージャー2のね紹介をねちょっとねさせていただきたいなと思っております。でこちらですねチャージャー2どんなものかと言いますと、走行充電でねポータブル電源を充電することができるというものになっております。でこちら前回もですねチャージャー1というものが出まして、こちらのねサイズより少しね小さいモデルになっておりました。で今回ですねこのチャージャー2に関しましては少し大きくなって、バージョンもねだいぶ変わりました。性能がねどれぐらい変わったかというと、今ですねこちらにね出てるかと思うんですけども、製品がねだいぶねスペックアップしました。出力もね大きく変わりまして、一番ね大きなところで言うと最大でね 1200W 出力の業界初の車両プラスソーラー対応の急速充電ステーションになっております。これねどんなことができるかと言いますと、走行充電と一緒にですねこのソーラーもね使って両方から充電することができると。前作のチャージャー1と比べても約2倍速でですね充電することが可能になっております。なので今までみたいにねインバーターとか使ってポータブル電源に充電するといったね方法ではなく、このチャージャー2を通してそのまま直に充電することができるということなので、だいぶね、早くね、充電することが可能になりましたというものになっております。でその他ですね、新しい機能としてはジャンプスタートというものがつきました。これ何かと言いますと、逆充電モードってやつで、メインのねバッテリー、車のねこのキャンピングカーのバッテリーがなくなっちゃって、上がってしまったとしても、これをつないでいればポータブル電源からメインのバッテリーに電気を送ってエンジンをかけることができるという風になっております。こちらの機能はですね今回のチャージャー2から搭載されております。でただその一方でですね、今回ですねこちらソーラーが対応することになったので、このねソーラーがね、最大で 600W ソーラーだけでも入ります。これね何がすごいかって言いますと、ソーラーのみでも充電することができるんです。だから走行充電を使っていない状態で、要は車が止まっている状態でソーラーが入っていれば、ソーラーからポータブル電源に充電することが可能です。今ねちょっとね、動画流れてるかもしれませんが、実際にですねソーラーパネル、それもね Bluetooth 製のソーラーパネルを使って実際にこれがちゃんと動くかどうかをね検証しております。やっぱね走行していない時もソーラーとかで充電することができたら、車をね止めてる間でもポータブル電源を充電することができるので、こちらはですねかなり大きいんじゃないかなと思っております。その他ですねスマートフォンでのねこのアプリ、要は Bluetooth で接続するアプリがあるんですけども、アプリ画面でね今ね出てるかと思うんですけども、こんな感じでですね操作することができて、一番ね分かりやすいのはやっぱねこの今バッテリーがどこから電源が入ってどこに充電してるかっていうのがね分かりやすくね表示されているこのですね Bluetooth のアプリももちろんチャージャー2用で対応しております。その他ですね、こちらね今回のチャージャー2大きくね変わったところねもう1点あります。
それが何かと言いますと、ブルーティー以外の他社のポータブル電源、こちらにもですね 95% 以上市販のポータブル電源に対応しておりますということなので、どんなねポータブル電源であってもほぼほぼ使うことができるということなので、もちろんね Bluetooth 製のやつを買って充電するのが、ね、一番スマートだとは思うんですけども、既存のね持っている他の他社さんのねポータブル電源をつないでも充電できるというのがすごくね魅力なね点なんじゃないかなと思っております。はい、で同梱品につきましてはね、今ねこちらスライドが出てるかと思いますけど、取り付けにね関する配線、それからヒューズ、説明書とかもね一式ついております。でただ取り付けに関しては個人的にはですね、自分でね取り付けられる方はもちろん自分でね取り付けていただいて問題ないかなと思うんですけども、やっぱりねちょっとね取り付けに自信がないよっていう方はですね、専門店とかに行ってね取り付けのねご依頼された方がより安心かなと思います。やっぱりねバッテリー関係ね結構ね配線の仕方1個でね、熱を持ってしまったり、最悪ね、火事になったりする可能性もありますので、その辺はですね自己責任で取り付けの方よろしくお願いいたします。はい、ということで動画の方ね戻っていきたいと思います。はい、ということでね、今ね紹介させていただいたこちらの商品なんですけども、今ですね概要欄の方にリンク貼ってありますので、ぜひですね気になった方はチェックしてみてください。天気がねめっちゃいいよね。さっきさ富士山めっちゃ綺麗に見えたよね。そう、ちょっと今ね富士山と向かってる方向が反対だから、そう年末年始はどっか行くっていうこともなく実家に帰ってたよね。そう、今年はね、毎年うちでも帰るよね。基本帰ってんね。そう基本的には年末年始、特に年始は、地元にいるよね。いる。だからうちはさ冬の休みで長距離旅ってないんだよね。ないね。今まで一回もね。うん。ということでね、この正月なんですけども、今ね動画をね見てくれてる皆さんはお正月はどんな風に過ごしましたか？出かけてる人もいたり、そうね、実家に帰ってる人もいたり、自宅で。実際どうなんだろうね。みんな出かけるんかな、それとも逆に何もせず家にいるのかな。なんかね今年だけで言うと、実はパパが年末は一人でいたんですよ。先にママたち帰ってて、僕だけ自宅に残ってて、ちょっとお一人様満喫してたよね。そう約2日間ぐらい久々の一人暮らしみたいになってたんですけど、意外とねそれはそれで新鮮というか、そうで何したかって言われると、お酒飲んで、なんかお刺身だけ買ってきて、でずっとネットフリックスみたいな多分1年の中で一番ネットフリックスの元を取った日だと思う。そういうのとかもね、なんか自分たちにとっての正月はこうだけど、皆さんのねお正月のねスタイルをね教えてもらえると嬉しいです。ぜひコメント欄の方にね、書いてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日ね向かってるこのね干し芋神社っていうところなんだけど、この干し芋神社ってね一体ねどんなところかっていうと、すごいね簡単なんですけど、堀出神社っていうね神社が同じね敷地内にあって、でその中の一つに干し芋神社っていうのねできてるんで、欲しいものを手に入れるっていうのと干し芋をかけてるらしいんでね、でそれで干し芋神社っていうことで神社がね立ってるんだけども、実はね友人にねそこをね教えていただいて、その近くにそういう神社があるっていうのを教えてもらったっていう縁もあるんで、ずっとねそこに今行っております。で今日はねそこに行くのにもう一つ理由があって、私たちねこのウーチャンネルっていうねチャンネル名なんですけど、干し芋神社のね寄付すると石に名前を彫ってもらえるんだけど、実はですねそちらをね昨年やってまして、掘り終わりましたよということで、なんとねウーチャンネルって書いてあるらしいんですよ、もうすでに。なのでちょっとそれも楽しみにして今ね、向かっております。ちょっと今までそういうこと一回もしたことないから初めてだよね、僕らの中ではすごく良かったかなっていう、相性が良かったというか、という神社なので、今年もですね、向かおうかなと思っております。でまた今日もねこの天気だったらねすごくね晴れてるし、海もねまた綺麗なんじゃないかなってね。ただ一個心配なのがまだ三が日なんだよね。そう混んでそうだよね。そうちょっとねそこがねちょっと心配ではある。そんな感じでですね、神社の方に向かっております。あと、130キロほどまだまだ走っていきますからね。
なんかあんまりさ昼間のスカイツリーって見ないよね。通らない。いつも夜しか通らない。間もなく日立海浜公園かな。いつも混んでるとこね。そうで、この日立海浜公園のインターを降りて行くみたいな。なんかこの辺まだ雪残ってんね、日陰。昨日降ったのかね、この辺も。ひたちなかもそうだけど、なんかここに来る手前も割と残ってたよ。残ってた。ひたちなか海浜公園ってさ、結局ネモフィラって何月なんだろう。春。あれ春なの？確か。まだ一回も見たことないよ。なんか4月頃じゃなかったっけ、ネモフィラ。春で秋にコキア。なんかさ、一回さネモフィラの時期なのかさ、すんげえ渋滞してる時あったよね。あった。すごい渋滞してたわ。うちが行ったのはコキアの時だけど。コキアもあんまり色づいてなかったからさ、そう混んでなかったかもね。ドライなコキア。海が見えた。この子はまだ見えないから、この先が見えない。もうちょっと先だ。正面に海が見えてきた。今日はいいね。今日天気いいから綺麗。良かったかも。こんな感じです。なんか海のとこ来るとあれだね、海鮮食べたくなるよね。そうで、ここをずっと走ってって、途中登っていくんだよね。入れるかな、駐車場。混んでないといいね。なんかあんず海の方散歩させてもいいけど。あ、確かに初めてだからね。海散歩。こっち結構いるね、人。本当だ。そうそうで、この後を右に曲がる。あ、これだっけ？こっちじゃない。これだよね。書いてあったから今。およそ200メートル先、直進です。その先、よいしょ。およそ100メートルで目的地付近です。よいしょ。そんでここね、ちょっと狭いんだよね。ただ今一緒に行くメンバーの中ではアドリア・マトリックスとかシリウスとか7メーター級結構いるんですけど、みんなね、ここ今この道通ります。同じ道。よいしょよいしょ。ここがね駐車場です。ここはね全然キャンピングカーでも入れます。うちもあっちが止めようかな。なんかいっぱいだね、人。やっぱ多いね、三が日は。多い。よし、じゃあこれからね神社に行くんだけども、このね砦神社、それから星芋神社については別途同伴可です。まあでもリードつけて行っていいみたい。そう、一応抱っこ紐で行っちゃうね。今年初海だね。寒いな。よいしょ。味わる寒いな。よし、じゃあ行きましょう。ちょっと緊張中。杏子初めての神社へ。人大好き、あんずさん。人がいっぱいで大興奮してます。絵馬3つ。今年はうーちゃんも書くってから3つだね。そう。あとキーホルダー。うーちゃん、おみくじ。おみくじやったの？どうだ今った？引いたから開けてみてください。大吉？すごいじゃん、大吉だ。うーちゃん大吉じゃん。一番いいやつ一だよ。番いいやつだ。やったじゃん、大吉。すごいじゃん。お願いすれば叶います。それはうーちゃん持ってた方がいい。そうだ、持ってた方がいいね。お財布に入れといた方がいいね。そうだね。じゃあ参拝しよう。よし、じゃあそのまんま今度は星芋神社。星芋神社。うーちゃんママの横行って。なんかこの辺も鳥になるのかな。いずれ。どうなんだろうね。すごい量になってきたよね。すごいね。この石のところもどんどん名前が増えてって、本当だ。この中に1個だけあります。あ、目立ってる。ここです。目立ってる。チン。本当でかかった、びっくり。なんでびっくりしちゃったね。思ったより音でかかった。無事にね、絵馬も書いて、うーちゃん今まだ書いてるけど、まあ、うーちゃんがあと無事書ければ終わりです。書けた？よし、じゃあつけに行こうか。よし、じゃあ出発します。出発です。今年もいい参拝ができたのではないでしょうか。
いい天気。よしここが結構勾配きついよね。そう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 。ここはね、すりそうだよね。うん。メートルで斜め右いい天気です。でちょっとこの後砂浜ね、ちょっと歩けるところがあるから、そこまで行って。あんずを一回解き放つ。そう、あんず初めての海散歩。まあ、とりあえず一回海水浴場そうね。の方行ってあんずを解き放ちます。うん。初めての海です。お散歩頑張ってください。あんず。この辺慣れるのでいっぱいいっあれ砂浜行かないの？ぱい。つってダメ。ね。食べちゃダメ。お外に大興奮して。うげうげ。ね。こっちのが歩きやすいじゃない？そうそう。食べちゃうねあっち。かわいい足跡。ねえ、もうダメだっつってんじゃんこれ。あんずの足跡ちっちゃいね、あんず。足跡ちっちゃいね。ねえねあんず行ってごらん行ってごらん。後ろいるよ後ろ。あんずーちゃん。呼んで。頑張れ頑張れ。どこまで。ママも大変。どうでしたあんず？ママのもうママつらい。そんなとこでくつろいじゃいけないと思うよ。あんずどうでした初めての海は？くつろぎすぎだろ。ねえやめ。砂ばっかだ。やめ。じゃあ車に入ってください。だからもう4時になるし遅くなるよりかは先に入っちゃおう温泉に。この沿いに味ヶ浦温泉があるからそこだけ行っちゃおう作戦ですね。さっき混んでたけどどうだろうね。どうなんだろうね。よし、であそこがね望み。まだ空いてる。ここか。うん。これさ隣さ旅館五島あるじゃん。うん。いつもほら味ヶ原泊まるときにさテイクアウトしてるところ、うん。ここってさ普通にご飯食べれるのかな。ねえどうなんだろうね。さすがにこの時間からいきなりテイクアウトはっていうのはね難しいと思うけど、なんかねさっきチラッと見たお食事処って書いてあったから意外といけるかなと思って。ちょっと月明かりが綺麗なので撮影してきます。今ですねこのね月の感じを写真を撮ってみました。結構ね距離あるんでまあでも見えるは見えるけどでもほんと月が綺麗。さあドライヤーだよ。さあドライヤーだよ。今日は意外と混んでたからね。やっぱり混んでるよね。
ドライヤーのとこいつもこんな。あんちゃんはお利口さんだったね。いい子にしてたね。あんちゃんまだ眠いんだ。よし、やってたのでご飯食べ行きます。ここね、RV パークの味ヶ浦利用した時もね、テイクアウトでね、頼んだことある、お食事どころです。後藤さんですね。旅館後藤。刺身盛り合わせ。いい感じ。これ多分あんこう鍋予約しないとダメだったかな。そうじゃない。あ、これ特選メニューとかいいね。今日はね、もうなんかキャンセルのお客さんとかいてあんまないっていうことだったんですけど、まさかのあんこう鍋があるってことなので。ラッキー。俺なんかね、年末年始なかったっすもんね。そう、本来は予約がやっぱあった方がいいよね。ご予約って書いてある。ラッキー。近海のあんこう鍋。一人前がなんかすごいでかくなったっすよね。そうだからこれと雑炊セットでパパとママは多分足りちゃうんじゃないか。よいちゃんは戦力外だけど、なんだっけ、マグロの漬け丼。今日はすごいね。安全真ん中でゴロンしてる。すごいね。量めっちゃ多い。なんかちょっと想像してた方が大きかった。おいしい？まあいいんじゃない？それも食べながら。ちょうどいいんじゃない？全部みんなバラバラで食べれば。すごない？めっちゃ大きい。これアジがでかい。一匹がでかいってこと？見てごらん。美味しそう。多分今まで見たのが一番大きい。すごい。初めてあんこう鍋。これうまいっしょ。本マグロの大トロと中トロと赤身が入ってる。へえ。あ、そうなんだ。あんこの唇。歯がついてます。これ美味しい。すごい。エラですね。加熱するとこんな感じになります。へ骨え。があるので、それ以外周り全部下がってる。はこれエラが隠れてエラ骨ですね。はい。これが手首。袋、お腹の肉。で、卵巣。また尻尾の方の背骨。結構多分お鍋待ってるうちに見えるまでの間に食べちゃうよね。い。いや、すごい。そう、あん肝は今日は本当は一人前1個なんだけど、そうお年賀であごめんね、バラバラです。あ、全然。 2枚入れました。ありがとうございます。うわ、すごいわ。うわ、すごいすごい。でっか。うわ。見てうっちゃん。でかくない？分厚くない？すごいね。一回半分でいいよね。いや、美味しい。でもまだ半分あるから。美味しい。みんな誰が足してない？あ、みかん冬とかさ、うん。いいね。すごいね。口が。歯がトゲトゲしてる。痛そう。これでもここの部分を食べちゃう。うん。この部分だよね。だと思う。うまいけど歯が怖い。ね。痛そうだ。だから明日食べよう。うん。でこれベビーリー。すいません、ありがとうございます。すごいこんなにすごい。スーパーでも見ない。大量よ、大量。嬉しいわ。どうもごちそうさまです。ありがとうございます。しこう。ね。あんこごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ベビーリーフもありがとうございました。ありがとうございました。とてもね、ご親切でした。あんこう鍋も初めて食べた。もってりはそこまでしてなかった。プルプルがしてコラーゲンって感じだったのかな。そうね。
ザ・コラーゲン。ザコラーゲン。あーでも美味しく食べたわ。いただきました。すげえ食べた。アジフライでかかったでね。かかった。そうそう、ボリューミー。値段に対してボリューミー。ボリューミー。だからすごい食べる人からして見たらとても多分ね嬉しい価格だと思う。そんな感じで。そう、ボリューミー。結構ねボリューミーな旅館後藤さんでした。はい、おすすめです。ぜひそのあんこう鍋はね、ぜひね後藤さんで生って言ってたからね、あんこが。そうそうそう、柔らかかったよね。興味をね持ってくれた方は行ってみてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で今日はねこの後どうするかっていうと、実は明日軽井沢の方にねちょっと用がありまして、でそっち側にねちょっとなるべく行きたいなっていうふうに思ってて、で今いるのがここね茨城県のひたちなか市なんですけど、まあ軽井沢ってね遠いんですよ。そうね、今ねその手前の横川のサービスエリアに合わせたんだけど、なんとね210キロあるってことなんで、今日行けるところまでもう走っちゃおうかなって。まあ、今日はご飯それからお風呂が終わってるから、あと寝るだけ。あとはどこか途中であんちゃんご飯、そうだね、あんずだけねご飯あんちゃん食べさせて、休憩だね、うん挟んだり。今は爆睡してるけど、キャンピングカーの旅でね一番やっぱいいところってこういうところなんですよね。で車中泊の旅とかキャンピングカーの旅ってそういう急遽予定変更がいくらでも買いが利くっていうか、考えてみたら今日横浜から出てるからね。そうだから横浜からだったら味ヶ浦はまだ近いんですか？だから横浜行って味ヶ浦行って軽井沢目指すっていう、距離にしてマップで見るとなかなか無謀な挑戦はしてるっちゃしてるんだけど、こんな風に言ってるけど、もしかしたら 2,3 個ぐらいのインターで寝てる、パーキングで寝てるかもしれないけど、それはある。そればっかりわかんない。身分です。そう、次のね身分パーキングで1回止まる。1回あんずご飯あげてないから夜の、そこで休憩&ご飯で、大人は休憩？そう、あんずはそれが終わればもうあと寝るだけだ。そう、ずっと寝てんだけど移動中も。でもあんずだいぶおとなしくなったよね。おとなしくお利口さんになった。最初の頃はねなんかふんふん泣いてたりとかね、いろいろあったけど、ドライブベッドが居心地がいいのか、このキャンピングカーの揺れがいいのか、なんか全然最近平気で。ハイウェイオアシスなの。ハイウェイオアシスって聞くとさ、なんか観覧車のイメージ。あ、わかるわかる。カリアと淡路島。ハイウェイオアシスってさ、何なんだろうね。ぜひハイウェイオアシスの定義を知ってる方は教えてください。とりあえず休憩です、一旦。あんずさんのご飯、お手洗いはしたからあんちゃんご飯ですね。あんちゃんご飯どうぞ。食べるかな。あんずの子分はもう眠たそうだし、寝てたんだよね。なんか食べるまでにチェック入るんだよね。食べ物チェックする。さあ、じゃああんずご飯食べて、人間はちょっと休憩して再出発です。あんずは今日多分初めての砂浜に興奮して疲れてる。意外と走ってる。走った。思ったよりちゃんと走ってる。私も走ったね。パパだけだよね走ってない。パパ走ってよ、このジンバル持って。あ、綺麗に食べたんじゃん。あ、お利口さんだね。ごちそうさましてください。ごちそうさまの前にお皿をものすごく綺麗に舐めまくる。あー、綺麗に食べたじゃん。今日は安全だった。いつも安全ですけど。あんさんトイレは？なんで言ってやれ。まだ食ったばっかだろうが。キャンピングカーだってこうやってゴロって休憩できるからいいよね。よし、再出発です。なんだかんだ1時間ぐらいで。到着予定時刻はね1時間ちょっとずれたから、なおさらちょっと横川まで行けるか怪しくなってきてる。本当ね、頑張ろう。後半も向かいますよ。はい、じゃあね、とりあえずあと119キロ120キロぐらいで横川なんで、横川まで行ければ行って、ダメだったらどっかで、泊まります。はい。はい、なんとか横川。意外となんかゴロゴロじゃない？なんかこの辺も寒そうだね。なんか路面凍ってっかも、そこ。
よいしょ。何かがはい、無事にね横川に到着です。味ヶ浦から横川だからね、だいぶ遠いよ。220キロぐらいだったもん。ねえママ、もっと奥行けないの？うちそろそろ落ちるよ。なんでなんか言ってるね、のにさん。いいね。ほら見てごらん。あ、ボスって言ってる。言ってない。顔がそう言ってる。あんぜ。あんぜ。あ、ちょっと待ってください、ボスって言ってる。言ってない。ねえ、寝てたでしょ、ずっと君。元気なのね。上にあげろよっつってね。でパパたちは一杯だけねって言ってもノンアルだけど、これ美味しかったんだよね。この間買って飲んだ。そうなの。うん、初めての。青いノンアル。ふーちゃんはもうなんかもう顔が眠そう。いいよ、そこで寝てても。寝れないから。後ろのベッドで寝ててもいいし。こうやって寝る。パパのとこでいいよ寝てて。つまみはこ怒らせろれです。と言わんばかりにそわそわしてます。はい、乾杯。乾杯。ふーちゃんはお茶で乾杯。乾杯。お茶を乾杯。まあ、テーブルレスだけど。あんずが上に登りたくてしょうがない。いいであろう。5分って頼んだぞって。なんか雑だなっつって。早く下ろせっつって。それは美味しいの。じゃあチーズ大好きだから。で美味しい。うん。赤い。バターだね。北海道バターって書いてある。バターが入ってんだって。バター入りって書いてあるね。バターだね。変な感じ。うちゃんも食べてみたい。チーズの匂いするんじゃん。見てごらん。あんずが見てるよ。バター食べやがって。子分の面倒を見て、ばっちゃんの言うこと聞いてやって大変なんですよ、ボスよ。ちっちゃいのたわごと聞いてうるさいんですよ。ママ。ボソ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 うるさい。いつでもどこでも寝れるから。そうだ、あれあった。ちなみに今ここ外気温何度？マイナス3度。寒い。体感マイナス6度とか言う。外で寝ない。さっき出たけどすげえ寒かった。さっき言ったところだおいしい。おいしい。寝た？ここ室温なんだ。20度か。そんなに低くない。低く。何しボス何食ってんですかって言ったの。残念ながら食べれません。パパ、うちゃん食べようかな、それ。と思ったよ。嫌がられる。あ、重い。毛伸びの早いわ。でもやっぱシーズンっていいよね。毛抜けない全然。うん。これアンジュパパもやってるよ。大丈夫だよ。パパもほら毛づくろいしてるから大丈夫。ちなみにうーちゃんはこの時期。でママはこの時期。あーちゃん偉いね。でアンズは真ん中にいる。一番幅を取る。一番小さいのに。言ってくるよ。アンズそこで寝るの。おいおいおい。だそうですおかしいでしょに。ママこっちね。おい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 。私こっちで寝るよ。いいよ。
ノーノーノーだよ。おい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 。おやすみ。チミはここね。チミはここ。ハンジュはここ。おい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 。しかも横に寝るなよ。おいおいおい。なんで？ダメだよ。君ここだよ。こんな狭いところで寝るの？寝ますよ。みんなおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。あんちもトイレ行っおてるはようございます。おはようございます。何でもおはようございます。昨日ね、ここずっとここで寝てた。すごいお利口さんだった。それも見せておき、あんずが可愛い。かわいいね。顔。こんなことある？でも昨日の夜もここでずっと寝てたから、最初お布団入ってきたけど、あまりにも狭くて危ないからこっちに2回ぐらい移したらここで寝た。ずーっと朝まで。我が家のキャンピングカーでの朝の事情でした。ちょっとね、何気にちょびベルしてんだよね。口のひげのとこ、毛のとこで見えない。いいんじゃねえです。意外と酷使されるのこのアオラ30で。今日だって30と80しか持ってきてないから。80は80であの大きさでね、ドライヤーとか使えるからね。昨日のあんこ鍋、電子レンジで温めちゃおうか。これ容器入れ替えないと温めできないね。コインバッターでいいね。電気残ってるよね。88。冬は全然使わないね。これですね。意外と耐熱皿必要よね。この中に入ってるこのベビーリーフを昨日大量にいただき、様子見ながら。じゃあ宿題やってんのそこ。そう。まだ終わってないです。奇跡的にコンパスがあった問題に。すごい固まってる。うわ、本当だ。これをこれをそのまま電子レンジでやっちゃうんでしょ。あいちゃん寝癖ついてるよ。なんでも寝癖とかつくの。あとはもうほら。じゃあいっぱい寝てるね。おはよ降りるの。そこで寝るの今度。なんで。あや。温めましたよ。昨日の締めご飯だよ。いただきます。でも美味しいよ。なんかでもさ、そんなにさ味濃くないんだよね、あの鍋自体は。実は色を見るとなんかすごくさスープ濃そうなんだけど、実際そうでもなかったよね。なんか肝がもっともってりしてるのかと思ったらそうでもなかった。意外とまろやかテイストで。あ、でも雑炊は雑炊で美味しい。意外とね、ご飯匂いがするとあれだから、これね、前回のね動画でもねコメントがね多かった、どこの脱臭機ですかってやつなんだけど、これね富士通のね脱臭機です。これもねキャンカーの友人に教えてもらいました。ちなみにね、この脱臭機であればほとんどねエネルギー使わないんで、まあ当然縄とか使ってるんだけど、このアオラ30のね小さいねポータブル電源で十分使えます。まあなのでこちらでね回すこともできます。
はい、ご飯はねちなみに全てちゃんと食べ終わっております。ごちそうさまです。これね、この間買った卵プリン、もう意外と賞味期限が明日までだった。食べちゃう。この間ママは洗い物。やっぱさ、なんだかんださ、シンク水満帆のがいいね。そうだべ。満タンのが安心感がすごい。めんどくさくてさ、いつも半分とか知らない時あるじゃん。どうせ使わないでしょみたいな。そうするとなんかさ、水量をかなり制限するからさ。万が一例えば帰り道に雪で、まあ帰れなくなったりとかね。そういう時やっぱさ、なんかあれで。この間あったからね、そういうことが実際に。まあそういうのとかもね、万が一あってもね。そう考えたらやっぱなんか。そう、水はやっぱ満タンの方がいい。あと補助の水を、飲み水。まあいくらねキャンピングカーといえどもね、そういう資源がないと使えないからね、電気にしっかり。感じよく来たの。ママの干し芋綺麗になった。今カビルンルンみたいな干し芋になってるからさ。ママこれで綺麗になったよか。それであんずのもあったでしょ。お散歩の時のやつにつけるか。最近アンジュはね、鈴をつけてまるで猫みたいになってるからね。たまら色につけて。アンジュかわいそう、タマだって。アンジュってタマらしい。たまほら、アンジュと同じ鈴だって。アンジュちっこいからどこ行くかわかんないんだ。ほらこのペンギンもセール商品だよ。これを見てウーチャンネルだと思って思わず買っちゃったよ。ほらペンギンこちらです。だっていいよって感じだね、アンジュは。はい、今ですねスタートしました。ここは横川サービスエリアなんで、まあほぼ軽井沢ですね。あ、雪やっぱすごいね。朝寒かったよね、夜と朝。寒かったの。空気澄んでていいけどね。この季節は本当綺麗ね。まあそんなこんなでね、今回の動画はね、メインはね初詣のところだったので、まあ、ちょっとねその後味がある出てねこっちまで来ちゃったんですけど、まあ、だいぶね、キャンピングカーらしい最初の旅になったんじゃないかなっていう。まあ大体予定通り行かないっていうか、まあ、予定が合ってないようなもんなんで、まだ予定変更しちゃうからね。そうそう、まあ、年初からね結構自由にできたかなと思っております。自由だった。まあ、今年はね結構ねこんな感じのスタイルになるんじゃないかなと思ってて、まあ、アンズもいるしね、アンズが行けるところとか、まあね、そういうのも合わせながら、またね旅のね仕方をね柔軟に変えていこうかなと思っておりますので、またね今後ですね、動画もねこんな感じで作っていきますので、ぜひですねまた動画を見てもらえると嬉しいです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。雪がすごいね、この辺。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね。